こんばんは。今日も一日お疲れ様でした。このチャンネルでは眠る前のひととき、少し不思議な話に耳を傾けていただいています。明かりを落として布団の中で目を閉じたまま声だけを追いかけてください。今夜お話しするのは、一つの体に一体何人の人間が住むことができるのかという少し不思議な問いについてです。私はゆきこです。今日は70年以上前に起きたある未解決の謎からお話を始めます。1952年、アメリカジョジア州、一人の女性、クリス・サイズモアが精神科医の診察室で静かに自分の悩みを打ち明けていました。学生の頃から記憶が不意にと切れることがあった。ついさっき何をしていたのか急にわからなくなる。先生に叱られてもその記憶が丸ごと抜け落ちている。彼女にはもう一つの通称がありました。イブ。最初は控えめで慎重だった彼女は話を続けるうちに涙をこぼしながらこう続けました。朝目覚めるとなぜか自分には買えないはずのラタンで高価な服を着ていることがあると。そしてフィにうつむき、しばらくの沈黙の後顔を上げました。その瞳には全く違う色が浮かんでいました。軽やかな声でこう言ったのです。タバコ一本ちょうだい。まるで中身が入れ替わったようでした。座り方も表情も性格までも。診察に当たった2人の精神科医は、控えめな方をイブ・ホワイト、大胆な方をイブ・ブラックと名付けました。一つの体を二つの人格が共用していたのです。やがて治療の中で、さらにもう一つの人格、ジエンが現れます。イブ・ブラックとイブ・ホワイト、両方が溶け合ったような上品で聡明な人格でした。不思議なことに、イブ・ホワイト派イブ・ブラックの存在を知らず、イブ・ブラック派イブ・ホワイトを知っている。そしてジェーンだけが両方の記憶を持ちながら、二人ともジェーンの存在を知らなかったのです。1957年、このものがタリハイブの三つの顔という本になり、同名の映画も作られました。けれど、まだ解けない謎がありました。イブ・ブラックはナイロンにアレルギー。反応を示すのに、イブ・ホワイトにはその反応がない。一つの体のはずなのに、人格によって細胞の反応まで変わってしまう。記者にそう問われた医師は、ただ首を横に振るしかなかったそうです。多重人格とは危険なものなのか、どんな人がこうなりやすいのか、それは心が砕けた破片なのか、それとも誰かが体をカウリに操っているのか。今夜はその中でも最も執着的な事件、24人のビリ・ミリガンについてお話しします。想像してみてください。一つの小さな部屋に24人が押し込められていたら、どれほど混沌としているでしょうか。もし一人の体そのものが年齢も性別も性格も違う24人に変わる締められていたとしたら、それは一体どんな状態なのでしょう。40年以上前、アメリカで起きたある事件の容疑者は22歳の青年、ビリ・ミリガン。彼は重大な犯罪で起訴されながら、最終的に無罪となり釈放されたアメリカ司法史上初めての人物でした。4人の精神科医と1人の心理学者が、彼が解離性同一性障害、いわゆる多重人格であることを先生の上で証言したのです。本当に病に苦しんでいたのか、それとも人を欺くのがうまいだけなのか、世間はずっと彼をめぐって二分されていました。1977年10月、オハイオ州立大学の近くで、わずかに週間のうちに3人の若い女性が襲われ、銀行で預金を引き出させられる事件が続きました。捜査の末、
警察はビリに容疑者を絞り込み、踏み込み捜査を行います。危険な人物だと身構えていた警察の前に現れたのは、ぼんやりとした表情で立ちすくむビリでした。まるで人違いをしたかのように。部屋を捜索すると、そこには何人もの人間が暮らしていたかのような痕跡がありました。壁には一流の芸術、作品のような描きかけの絵が何枚も立てかけられている。かと思えば、その隣には筋トレ器具と銃、そして弾薬が置かれ、まるで訓練を受けた武装者の部屋のようでした。棚には科学、生物学、医学の専門書がびっしりと並んでいます。台所は半分だけ丁寧に片付けられ、花瓶の花まで生けられているのに、もう半分は埃をかぶったまま散らかり放題でした。まるで全く違う二人が同じ部屋を半分ずつ使っていたかのように。けれどこの部屋にいたのは間違いなくビリ一人でした。同時に被害者のクレジットカードも見つかり、人違いではないことが証明されます。手錠をかけられ、車に乗せられたビリ。ところが警察署に着くと、後部座席で静かに作り、両手はすでに手錠から抜けて桃田の上に置かれていました。数週間後、捜査に協力していた医師たちが事の真相にたどり着きます。部屋に何人もいたのではなく、ビリという一つの体の中に何人もの人間が住んでいたのです。医師たちはこの現象に多重人格という名をつけました。ある会話の最中、一人の人格がこう言い放ちました。私たちを人格と呼ばないでほしい。私たちは人間だ。そう主張したのは18歳のアレン。社交的で明るく、芸術の才能に恵まれていました。あの美しい絵はすべて彼の作品。人格の中で唯一の右利きで、唯一タバコを吸える人物でもありました。治療が進むにつれ、医師たちは10人の主要な人格を明らかにしていきます。まず、この家族の権限を握る者、アーサ、22歳。メガネをかけ、正真正銘のイギリス、英語を話す、冷静で聡明な人物。物理、科学、医学に精通し、アラビア語も書けました。医師たちは最初、並外れた学習、能力だろうと考えました。けれど次に現れた人格で、医師たちは平静をためなくなります。レイジェン・バダスコビニッチ、24歳。口を開いた瞬間、それは紛れもなく、生粋のユゴスラビアなまりでした。本人曰く、自分はユゴスラビア人であり、セルビア語とクロアチア語を聞くことも、話すことも、読み書きすることもできると。当時の医師たちは、口を揃えてこう言ったそうです。レイジェンに会う前には、せめてユゴスラビアのスラングを少しでも知っておきたかったと。そうでもしないと、彼の話す言葉の論理にそもそもついていけなかったからです。レイジェンは空手の達人でもあり、武器や軍事にも詳しく、危険が迫った時には、この大きな家族を守る役目を担っていました。医師がアドレナリン濃度を測ると、レイジェンに切り替わるたびに、その値がはっきりと上昇しました。好戦的な人とアドレナリンは高く、これは演技では偽れない反応です。つまりレイジェンとアーサは全くの別人だと言えるのです。さらに不思議なことに、レイジェンは永遠に24歳、アーサは永遠に22歳のまま。ビリが17歳の時レイジェンに切り替わると、アドレナリン濃度は24歳の値に戻っていました。脳は賢者でも3歳の人格が現れると、脳波までもが幼児のものに変わったのです。女性の人格もいました。あだらな19歳。まっすぐな黒い髪と茶色い瞳。敏感な視線の持ち主です。こうした細部は体には現れないはずなのに、それぞれの人格が自分の姿として語ったものでした。
アーサはビリの脳の中をこう説明しています。全員が暗い舞台の上にいるようなものだと。舞台の真ん中にはただ一つだけスポットライトが灯っている。誰をそこに立てるかを決めるのがアーサの役目でした。スポットライトの下に立った者だけが現実の物質世界に触れ、辛さ、痛み、ぬくもりといった感覚を経験する。そしてその者が経験したことこそがその者自身の記憶となっていく。それ以外の者たちは舞台の脇で自分の作業をしたり、ただ眠っていたりするだけなのです。ビリ自身は治療を受けるまで他の人格の存在を全く知りませんでした。辛いことがあると目を閉じ、目を開けると全く別の場所にいる、そんな感覚だけがあったのです。治療の記録英語では人格が入れ替わる瞬間、ビリの目はぼんやりとうつろになり、瞬きの間に早く動く現象が見られました。これは夢を得ている時のレム睡眠に似た反応で、医師たちは多重人格が夢と似た起源を持つのではないかと考えました。その後、医師たちはさらに13人の歓迎されない人格の存在に気づきます。好ましくない振る舞いのために表に出ることを禁じられた者たちです。例えばアダラナ、愛想がよく、片付けが時で、家事も詩を書くことも、料理もできるビリの家族の中で家事を担当していた人格でした。けれど、彼女とはなしを重ねるうちに、医師たちはある事実に気づきます。ビリが逮捕される前に起きた、女性だけを練った3件の強盗事件、それは、すべて彼女の仕業だったのです。彼女は、レイジェンがぼんやりしている隙をついて、彼をスポットライトの外へ押し出し、代わりに自分がそこに立ちました。そして、周囲の女性たちに近づき、言葉を交わす。相手の信頼を得た後で、事件を起き越していたのです。レイジェンが元の位置に戻った時には、アダラナはすでに姿を消していました。レイジェンはただ、自分の手の中に、見覚えのないお金があることに気づくだけで、それを暴力で手に入れたのだろうと思い込み、それ以上は深く考えませんでした。この一件のせいで、アダラナは朝によって歓迎されない者のリストに加えられ、二度と表に出ることを禁じられてしまいます。4番目の収容人格は、トミ、16歳。茶色い、乱れた髪と琥珀色の瞳をした青年です。サックスを吹くことができ、風景画を描くのも時で、そして脱出の達人でした。警察署で手錠を外してしまった出来事も、富が表に出た時に起こしたものだったのです。治療の途中、こんなこともありました。医師たちが高速イデビリの体を固定したのです。ところが、医師が戻ってきた時、ビリはすでにその高速位をきれいに畳み、それを枕にして眠りについていました。これも富の仕業でした。富が表に出るたびに、ビリの関節や靭帯は驚くほど柔らかく動くようになります。まるでこの肉の体そのものが幼い頃からずっとそうした訓練を積んできたかのように。けれど富が去り、他の人格に入れ替わると、ビリの関節の柔らかさは極太そうの人と何ら変わらないものに戻るのです。他にもいくつかの重要な人格がいました。ダニ、14歳は見知らぬ人、遠くに見知らぬ男性を極端に怖がる少年で、だからこそ彼が描く絵は生物画だけに限られていました。デビッド・ヤツサイは苦しみを引き受ける役目を担った少年でした。大きな苦痛が訪れるたびに、デビッドが表に出てて、みんなの代わりにその痛みをすべて引き受ける。危険が過ぎ去ると彼は去っていき、他の人格たちは
その出来事を何も覚えていません。感受性がとても高くて賢い子供でしたが、それだけにとても哀れな存在でもありました。そして金色の髪、青い瞳、正真正銘のイギリスなまりを持つ3歳のクリステイン。彼女こそこの家族の中で一番最初に生まれた人格、つまり最初に現れた存在でした。余談ですが、ビリ自身は実際に視読腫瘍を抱えていて、聞くことも書くこともできるのに、文字を読むことだけがうまくできなかったと言います。クリスティーヌはレイジェンに守られていました。そのきっかけはこんな出来事でした。ある日、彼女は学校へ向かう途中、一本のリンゴの幹を見つけます。先生に少しでも怒られないように、リンゴを運んで持っていきたいと思ったのです。けれどメクはあまりに高く、誘い彼女の手はどうしても届きません。クリステインはその場に立ち尽くし、起き出してしまいました。その時、聞こえてきた声がありました。どうして泣いているの、お姫さん。振り向くと、そこにいたのがレイジェンでした。彼はリンゴをたくさん束んでくれて、それを先生に届けるのまで手伝ってくれたのです。それ以来、二人の間には特別な墓が生まれました。レイジェンは自分は暴力的で心にましみを抱えているが、女性と子供だけは絶対に水つけないとこだっています。彼は色気以上で、見える色は黒と白だけ。それは彼の中の激しいましみと重なるような特徴でした。一方クリスティアンはいつも部屋の中に一人で立ち、周囲からは矢にいる姿と呼ばれていました。シャギク、花や千葉の貝を描くのが好きな女の子でした。一度レイジェンが寂しく怒り、家族の中の別の人格を消してしまうと切らしたことがありました。誰にも彼を止められずにいたその時、クリスティーンが駆け寄り、彼を抱きしめたのです。それだけで彼は落ち着きを取り戻し、怒りを収めました。まさに一つの部屋に14人がひしめき合って暮らしているような、なんとも説明しがたい関係がそこにはあったのです。そして最後に重要な人格、ビリ自身。彼はずっと深い眠りの中にいました。16歳の時、ビルから飛び降りようとした瞬間、レイジェンが体を奪って彼を救ったのです。その後朝はビリが危険すぎると判断し、彼を眠らせることにしました。ビリは7年間眠り続け、逮捕からしばらく経ってようやく目を覚まします。目覚めた彼は怯えてこう尋ねました。僕は生きているんですか？それとも死んでいるんですか？7年後の世界と変わり果てた自分の姿を受け入れれず、壁に頭を打ちつけようとしたため、朝は再び彼を眠らせたのでした。アーサが初めてして現れたのは、ある数学のテストの時。全く解けなかったビリの代わりに、朝がすべての問題を解いてしまい、教師はカンニングを疑うほどでした。けれど、それこそが朝の初めての出現であり、その知識を一体誰が、いつ学んだのかは誰にもわからなかったのです。歓迎されない13人の人格は、それぞれに個性的でした。自称詐欺師で、ブルツクリンなまりのフィリップ、20歳。計画を立ってるのが時な作詞で、文章がうまいケビン、20歳。オーストラリア人で、狩猟の達人ウォルタ、22歳。ボストンなまりの荒っぽい女性エイプリル、19歳。放浪するユダヤ人で、信仰に熱いサミュエル、18歳。周囲から機械やと呼ばれたマク、16歳。人を欺き、他人をからかうのが好きなステイブ、21歳。彼は多重人格という診断結果そのものを唯一受け入れなかった人格でもありました。優れたコメディアンノリ、20歳。
他の人格の辛い記憶を消してあげられるジェイソン、13歳。夢見がちで、いつも旅や冒険を思い描くロバト、17歳。生まれつき耳が聞こえないショーン、4歳。彼が初めて現れたのは、ビリが4歳の時、花瓶を割って母親に叱られると分かったあの瞬間でした。うぬぼれが強く、働かずに得たいと願うまテイン、19歳。そしてテイモシ、15歳。かってアレンと一緒に花屋で働いていたことがあります。その時期こそビリが最も幸せだった時間でした。テイモシはジョーにアック、アレンは話し上手。この二人の組み合わせが現実のビリを周囲からとても好かれる存在にしていたのです。けれど後にティモシは深く傷つき、自分だけの世界に引きこもってしまい、ビリもまたあの幸せな日々に別れを告げることになりました。そして最後に現れたのは、治療の過程で全く新しく生まれた人格でした。固有の名前を持たず、自らを先生と名乗る27歳の人格です。彼はこう語りました。自分は残るに13人すべてが融合した存在なのだと。聡明で物腰は上品、そしてユモアにあふれていました。医師が先生はすべての人格の記憶を持っているのかと尋ねると、彼はこう答えました。そうです。すべてを。そして実際に先生はビリが生後1ヶ月の時に喉を詰まらせて病院に運ばれた出来事さえ正確に語ることができたのです。1979年、先生がこうしたすべての記憶を語り始めた時、耳の聞こえないショーンを除く残り22人が皆静かにそばに座り、耳を傾けていたといいます。そして必要なところでは記憶の細部を補いながら、現実の世界で先生と向き合っていたのは心理学の素養を持つ一人の作家、ダニエル・キースでした。彼こそがこの物語のすべての記録をまとめ上げ、実話をもとにした小説24人のビリ・ミリガンを書き上げた人物です。医学ではこうした存在は人格と呼ばれます。まるで一つの全体が砕けた破片のように。けれどアサとアレンは自分たちこそ真実の存在であり、人間と呼ばれるべきだと主張しました。それぞれが独自の要塞、性格、才能を持ち、互いに会話し、外の世界とも独立してやり取りできたからです。アメリカで沿ったビリがなぜ正真正銘のイギリス英語やゴスラビア訛りを話せたのか、誰がアラビア語やセルビア語を教えたのか。人格が変わるたびに体質も声も脳波までも変わっていく。まるで人間の肉体が一枚の服であるかのようです。もう一つ、さらに不思議な話があります。ドイツに多重人格を抱えた目の見えない女性がいました。人格が入れ替わるたびに視力が戻ることがあったというのです。ミュンヘンの精神科医、ブルノ・ブアルト・フォーゲルが死んだ患者、ここでは PT としましょう。診察室を訪れた彼女の両目は完全に光を失っていました。傍らには静かに寄り添う盲導犬の姿がありました。彼女ハバルとフォーゲル医師にこう語りました。20歳の時にある事故に遭い、それ以下視力を失ってしまったのだと。医師がカルテを確認すると、確かに当時彼女の脳には総症が見られました。けれどその総症がは本来メソのものには影響を及ぼさないはずのものだったのです。治療の中で彼女も解離性ドイツ症だとわかります。少なくとも10種類の人格があり、それぞれに名前、性別、声があり、ドイツ語を話す人格も英語を話す人格もいました。そして最大の驚きは、彼女が思春期の人格に入れ替わると視力が戻ったことです。脳波を調べると、失明状態では脳が映像に全く反応せず、思春期の人格になると
はっきりと反応するようになったのです。医師はこの失明が精神的な要因によるものだと考えました。自分は失明したのだと思い込むことで、無意識に自分自身の視覚を抑え込んでいたというのです。長年の治療で8つの人格は視力を取り戻しました。けれど2つの人格だけは完全に見えないままでした。過去の事故に対して比重に強い感情的な反応を持ち、見る必要などないと心のどこかで感じていたからです。見たくないという思いが改善を妨げていたのです。精神の知力とは決して軽んじられないものなのだと感じさせられます。私たちは普段から自分自身のことも、そして周りの人のことも、もう少し前向きに、もう少し信じて、もう少しはげますような気持ちで見つめられたらいいのかもしれません。そうすれば思いがけない収穫がきっとあるはずです。多重人格に対する見方は西洋医学と東洋の伝統、医学とで全く異なります。西洋医学ではこれは精神疾患の一つ、解離性の障害とされ、世界人口のおよそ 0.01% から1% が抱えていると言われています。精神障害の診断・統計マニュアルの最新版では、かつての多重人格障害という呼び名は解離性同一、性障害 DID に改められました。治療ではそれぞれの人格を少しずつ統合し、最終的に一つの新しい人格にまとめていきます。ちょうどビリの先生のように。一方、東洋の伝統医学では全く異なる説明の仕方をします。人が自分自身の主だった意識を手放してしまった後、外からやってきた霊的な存在に心をかき乱され支配されてしまうのだと。その病の兆候として主だった意識がはっきりせず、他人から見て理解しがたい行動をとるようになるとされています。意識がすっきりと澄んでおらず、内な聖域が十分でないとき、そこに邪気が入り込んでしまうというわけです。東洋医学では人間の体には13気圏と呼ばれる13の特別な経血があるとされています。これらは人の体と外の世界とをつなぐ扉のようなものだと考えられています。この扉が開いてしまったとき、もし主だった意識が十分に強くなければ、他の霊的な存在が入り込み、人の体を操ってしまう。逆に扉が閉じれば、体はもう乱されることがなくなり、多重人格のような症状も自然と消えていくとされています。この考え方に基づいて、東洋医学の医師たちは、こうした扉を閉じることで、外からの霊的な干渉を防ごうとする治療法を用いてきました。こうして見てくると、人間の体はまるで一枚の服のようです。誰がそれを着るかによって、体はその人にコントロールされてしまうのです。多重人格を抱える人の多くは、勝手非常に強い精神的な衝撃を受けた経験を持っています。幼い頃だったり、大人になってからだったり、あまりに激しい苦しみが現実から逃れたいという気持ちを生み、彼らはもう自分の体を管理したくないと思うようになる。その結果、他の誰かが現れて、代わりにそこに立つようになるのです。多重人格は話として聞くと興味を惹かれるものかもしれません。けれど、それを抱えて生きる人にとっては、どこまでも苦しい試練です。だからこそ、意識をいつも澄んだ状態に保ち、自分自身をしっかり持つことは本当に大切なのだと思います。私たちにも理性を失っていた時にしてしまい、後で深く後悔した経験があるのではないでしょうか。
どうしてあの時の自分はあんなことをしてしまったのだろうと、まるであの時だけいつもの自分ではなかったかのように、その瞬間私たちは怒りや憤り、恨みといった感情に支配されていたのです。ただ多くの場合、それは多重人格ほど深刻ではないというだけのことなのかもしれません。いつも穏やかで自分を律する人はいざという時に落ち着いて対処できます。逆にいつも苛立ち他人のせいにしてばかりいると、物事は簡単に壊れてしまいます。私がずいぶん昔から心に残っている言葉があります。怒りの中で下した決断は大抵間違っている。あなたはどう思いますか？理性を失った瞬間の決断で後悔したことはありますか？自分の意識をいつも澄んだ状態に保つこと、それは大切だと感じますか？ぜひ動画の下のコメント欄であなたの考えを聞かせてください。今日のお話はここまでにしたいと思います。もしよかったと感じたら大切な人にもシェアしてあげてくださいね。それでは今夜はゆっくりお休みください。また次回お会いしましょう。